残されてばっかりだな。前は一人でも難なく起きられたのに。よし、準備完了。カバン持ってきたぞ。どうした？気分悪いのか？無理そうなら我慢しないで休めよ。タスクやりぐらいよくあることだろ。もう大丈夫、心配かけてすまなかったな。今日大学の方の家に戻る予定なんだが、影がこの調子じゃ帰れないぞ。別にお前に私の世話を頼んだ覚えはない。それじゃ、学校行ってくる。影。あ、今度はなんだよ。カバン忘れてる。うわ、最悪。雪降ってる。通りでいつもより寒いわけだ。体の末端まで全て冷え切ってしまった気がする。寒いの苦手だしさっさと暖かくなってくれよ。あ、影ちゃん先輩。おはようございます。しめな。朝から元気で何より。だって雪ですよ。テンション上がりません。天才でーす。先輩、数学教えてください。はいはい。じゃあ3年の教室来て。やったー。ここの問題はさっきの例題の応用だ。公式さえ覚えてれば割と簡単に解けるはず。じゃあ、一番簡単そうなこれ、解いてみて。聞いてる？影ちゃん先輩、風邪ひいてます？なんで？すごい顔赤いですけど。寒い中は歩いてくれば顔ぐらい赤くなる。私のことはいいから早くその問題解いて。一応目からすでに何もわからないんだが。あら、来てたのね。朝から勉強なんて感心だわ、キアラさん。だから、違いますって。私はキアラじゃなくてヒメナです。あれ？来てたんだ、キアラ。おはよう、キアラちゃん。だからキアラじゃなくてヒメナです。なんかわざとやってません？ごめんなさいね。でもあなたの名前、とても素敵だと思うわよ。正気ですか？私いつか絶対戸籍の振り仮名書いてやりますから。自分の好きなように生きるのが一番よ。それと、あなたがここに来るようになってから賑やかになって嬉しいわ。一人はかわいそうだからという生徒会長のご好意だ。感謝しなさい、キアラ。ヒメナです。影ちゃん先輩。大丈夫？体調悪い？問題ない。少し疲れてるだけ。影ちゃん、ちょっとごめんね。やっぱり、熱があるわ。起きてるのしんどいでしょ？約束通りベッド用意したから、今はそこで休んで。ベッド？本当に用意されてた。体温計持ってくるから横になってて。38度。これはしんどいはずよ。さきたん、いつもごめん。いいのよそんなこと。とりあえず一限が始まるから私は行くわね。また様子見に来るから。この体、大嫌い。これはひどい。今朝慌ててたもんな。影。
行で倒れたりしてなければいいか。とりあえず片付けておくか。私も帰る支度しないといけないし。答案用紙満点。か。母さんたちにはちゃんと見せてるのだろうか。さてと、まずは着替えと化粧品から詰めていくか。なんだ、こんなところに紙が。嘘、これって。影ちゃん、入るわよ。具合どうかしら？この後もっと雪が降るみたいだし早めに帰った方がいいと思うわ。熟睡してる？せっかく寝てるところ起こすのはかわいそうかしら。まだ寝かせておきましょうか。何をしているの？みんな揃って。窓から雪積もってるのが見えたから外に出てみたんだよ。雪見るのはいいけど、あなたたちも風邪ひかないようにね。しかし不思議ですね。どうして学校のアスファルトには雪が積もらないんだろう？地面の下にロードヒーターを埋め込んでいるのよ。誰かが滑って転倒したら大変だし、万が一に備えてつけてもらったの。本当は雪かきがめんどくさいからでしょ？そんなことないわよ。ふふ、図星って顔だね。そういや見影はまだ熱あるの？多分、寝てたから邪魔しないようすぐに部屋を離れたんだけど。マジか。この様子だと雪もっと積もるよ。わかってるわよ。でもよく寝てたし起こすのはかわいそうで。そもそも熱があるのに一人で帰るのは辛いでしょうから、放課後私が影ちゃんを家まで送っていくわ。あら、起きてたの？この感じだと熱が引いてそうね。さきちゃん。一緒に帰りましょ、もう放課後よ。大丈夫？寒くない？なんだかこの感じ、初めて会った時みたいね。3年は経つのが早いものね。ここのマンションだったわよね？ちゃんと栄養とって暖かくして寝るのよ。それと、明日も具合が悪かったら無理しないで休んでいいからね。じゃあな。面倒かけてすまなかった。ただいま。みかげ、どうして早く言わなかったの？今すぐ病院行くわよ。もういっそのこと救急車呼んだ方がいいのかしら？は？救急車？影。姉ちゃん、まだ帰ってなかったのか？てか帰ってくるなりなんだよみんな揃って。父さんまでいるし。どうして？これ。説明しなさい。日付を見た感じ受け取ってからだいぶ経っているようだが、なぜすぐに言わなかったんだ？ほらみかげ、早く病院に。この手の病気は放置したらどんどんあなたの体を蝕んでいくのよ。下手したら死んでしまうかもしれないの。わかってるの？
なんなんだよ。今さら。昔から私のことなんてどうでもよくて体が弱い私をおとなしく思いやがって。私、ずっと頑張ってきたんだ。不自由な体と付き合いながら勉強だっていっぱいしてきた。みんな姉ちゃんのことしか見てくれないから。いじめられて目を怪我して帰った日でさえ一言目からネチネチと怒りやがって。なのに私が死ぬかもしれないって分かった瞬間に態度変えやがって。今回のこれを言えなかったのだって、私がまたお前らの気分を損ねわせるかもしれないから黙ってたんだ。お前らは、私がいなくても。いや、いなくなった方が幸せになれるか。ごめんな、お金がかかる出来の悪い子で。生まれてきて。ごめんなさい。待って。嫌だ。こんな人生。天気予報以上の雪ね。今夜はシチューにしようかしら？こんな日にはよくお姉ちゃんがシチュー作ってくれたのよね。また食べたいな。誰かしら？どうして？よかった。さきたん。出てくれて。びしょ濡れじゃない。傘もささずにどうしてこんな雪の中？とりあえず中に入って、あなた風邪ひいてるでしょ？本当にすまない。こんな時間に押しかけて。迷惑なのは承知してる。いいのよ、正直驚いたけど、お風呂の準備するから少し待ってて。影ちゃん。あれ？なんで？おかしいな。さきたんといれば大丈夫だと思ったのに。事情はわからないけど、辛かったら我慢しなくていいのよ。さきたん。あら、お風呂上がったのね。私が小学生の時に着てたパジャマが役に立ってよかったわ。一言余計だ。ちょうど夕飯できるけど、影ちゃんも食べていく？誰かと夕食を食べるなんて久しぶりで嬉しいわ。私の両親は私が中3の時から海外出張で家にいないのよ。さ、いただきましょ。大丈夫。だってこれはさきたんが作った温かい料理。きっと、大丈夫。影ちゃん。もしかしてお口に合わなかった？大丈夫？顔色悪いけど。食欲ないなら無理しないで残していいからね。ごめん。ごちそうさま。もし休みたかったら前に貸した私のお姉ちゃんの部屋使っていいから。はいちゃった。せっかく作ってもらったのに。影ちゃん。もしかしてお腹の調子良くないの？ごめんなさい配慮が足りてなかったわ。風邪の時に出すような料理じゃなかったわよね。違う、さきたんは悪くないし風邪なんかじゃない。悪いのは全部私だ。話してくれてありがとう。あまり病態が良くないのね。
日、学校で倒れて入院した時、検査の結果で、知ってしまったんだ。それで今日、結果の紙が家族にバレちゃって。私の両親は私をよく思ってないんだ。私は幼少期から病弱でよく入院してたんだがお見舞いには来なかった。たまに来たとしても機嫌が悪かった。そんな対応をしてきた両親が私の今の症状を知った途端に態度を変えてきたのが許せなくて。それで勢いで家を飛び出してここに来てしまった。なあ、私はどうしたらいいんだ？それは私には決められないわ。話を聞く限り、誰もがあなたを入院させて治療に専念させるべきだと考える。治療が始まったら最低でも1年は入院しなければならない。でもそれはあなたの本望ではないのでしょう？入院したら学校に行けなくなる。でも早く治療をしないと命に関わってしまう。この2択でずっと迷ってきたのよね。あなた、何度も病院から電話がかかってきては応答しなかったでしょ？本当にすごいな、サキタンは。私の心が透けて見えてるのか疑いたくなる。少しでも楽になれるなら、今の本当の気持ちを話してみて。私は、学校に行きたい。たとえ命が犠牲になってもあの場所は私の心の拠り所なんだ。それに私は、あの時助けてくれた恩人に尽くすと決めている。最後まで、サキタンに尽くしたいんだ。影ちゃんの気持ちが聞けて嬉しいわ。それじゃあ、改めまして。一緒にヒペリカム学園を卒業しましょう。当たり前だ。この選択は本当に残酷なことだと思う。お姉ちゃんは、彼女にとって最悪な選択をしてしまった。本当は誰にも否定されず自由に生きたかったに違いない。そして私はまた、大切な人を失うかもしれない。けれど、この子が望むならその時まで私がサポートしてあげたい。私は、どんな形であっても人を幸せにする。それが、お姉ちゃんを救えなかった私の使命であるから。昨日は世話になったな。いえ、気にしないで。それより学校に行って大丈夫なの？あ、もう平気だ。ずっと居候しているのも悪いしな。また何かあれば遠慮なく尋ねてきていいからね。本当にサキタンは優しいな。そういえばカバンは？いえ。見つけた。探したんだぞ。母さんたちもずっと心配してたし。姉ちゃん。まあ、無事で何よりだ。昨日の夜はひどい雪だったからな。この人、どっかで見た気がするけど、どこかで会ったことあったかしら？昨晩は妹がお世話になりました。今度は美とお礼を兼ねて菓子折りでも持ってきます。あ、申し遅れましてすみません。姉の伊集院はるみです。おい、恥ずかしいからあんまりでしゃばるな。もしかして、天才大学生で有名でよくクイズ番組に出てる、あの方？名字は同じだと思っていたけれど、影ちゃんのお姉さんだったなんて。いい加減離れろ。てか大学行かなくていいのか？昨日帰る予定だったんだろ？ごめんな、おせっかいな姉ちゃんで、診断書を見つけたのは私なんだ。もしかしたら影が母さんたちに言い出せずに黙っていたのかと思ってな。せめて私にできることは代わりに伝えることぐらいだと思ったんだが、逆に嫌な思いをさせてしまって、本当に悪かった。別に怒ってない。だから君やむな。あと私ね。治療は受けないから。私、今が一番楽しくてな。入院して今の学校生活を犠牲にするぐらいならこのまま出会った仲間たちと共に卒業まで過ごしたいんだ。ってことで、サキタン、早く学校行くぞ。え？